Meshtabi. Season 3. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Hokkaido Soba Senshukan 14 des. そばファンの皆さん、こんばんちは。こんばんちは。実は北海道そば王国なんです。そうなんです。幌加内、予定山麓、十勝などなど昼夜の寒暖差が大きく、風味甘みが濃い良質なそばができる地形と気候に恵まれ、なんと生産量はダントツの日本一。日本で生産されるそばの5割近くがここ北海道で生産されているんです。加えてそば打ちに必要な名水も豊富で美味しいそばがたくさん。おい、ちょっと待てよ。なのになんか全然北海道ってそばイメージなくない？そうなの。ラーメン、ジンギスカン、海鮮イメージが突っ走っちゃってるもんだから、なんか裏方回っちゃってんのよね。実は美味しいお蕎麦屋さんたくさんあるのよ。はい、飯旅では北海道だけでも今までに50軒以上のお蕎麦屋さんを紹介しておりますが、今回はその中から特にお気に入り、北海道屈指のそばをお届けいたします。それでは早速 Let's get it started. 1. Obi Hiro. Hanada. 2004年創業、帯広の駅から歩いて10分くらいのところにあります。隠れ家的お蕎麦屋さん。いい感じのレトロな住宅みたいなお店だったね。中もカフェっぽい感じでオシャンティーなんざますよ。こちらは二八そばがいただけます。二八っていうのはそば粉と小麦粉の配合比率ってことだよね。それがね、江戸時代から諸説あり、一つはそば一杯の値段が16文であり、粋な呼び方として九九で2816ってことから16文を28と呼ぶようになった大化説っていうのが有力なんだって。16文、ジャイアントパパ的な。でも現在ではそば粉8割、小麦2割を合わせて作るため、比率から名付けられた配合理式説。スマートルではない。花富士かな、高野花かな、はい、比率から名付けられた配合率説が有力なんじゃないってことで落ち着いたらしいわ。ジャイアント馬場や力士が関係していたとは知らなんだ。違うって。で、どうだったの？そばは。そばは細身でコシのしっかりとしたタイプ。そばの香りが柔らかくって、私の好きな細マッチョ系の風味豊かなおそば。細マッチョね。そうそう。そば湯もとろーりとろとろで大好きなタイプでした。やはり会員しちゃいました。いいね、とろとろのそば湯うまいよね。でもそば湯会員するのって9人ぐらいだろうね、きっと。あら、そう？ 2. Sapporo. Shinoya. 札幌の老舗さらしなそば屋さん。こちらは私がおそばにハマったきっかけのお店でもあるの。信州がルーツと言われているさらしなそばは、一番粉というそばの実の 15% しか取れないという中心部分のみのそばから作られる貴重なもの。タンパク質が少なくでんぷんが多いのが特徴で、食べると香りは少ないけどほんのり甘みが感じられ、喉越しも滑らかなのが特徴であります。なるほどね、日本酒の大吟醸みたいだ。そうね。確かにつるっとして美味しい。何より見た目が美しい。札幌で鴨せいろと揚げたての天ぷらを出したのはここ篠屋さんが最初なのだよ。だの？そりゃ有名になって当たり前ですさね。天ぷらを始めてくれてありがとうでございます。そしてそばがきがまた超美味しいの。正直見た目は美味しそうに感じないんだけどね。ところがどっこいぎっちょんちょ、もっちもちつるんとした滑らか食感。こちらではそばつゆ、きな粉、砂糖醤油でいただきますんです。そういう感じ？そばにきな粉、砂糖醤油なんかおっかねえな。ね、と思うでしょ。ไม่เป็นไรね。ไม่เป็นไร。みたらし団子みたいで美味しいのよ。そっち系？特にきな粉がお気に入り。毎日食べたい。あ、それからだし巻き卵も外せない名物メニューなの。これは篠屋さんに来たら絶対食べたいやつなんです。多分千春も食べてるはず。千春って？松山千春さんよ。千春松山は札幌での昼食はエブリ篠屋さんなのよ。エブリ篠屋。篠屋さん、ここが私のアナザースカイ。篠屋さんにもトウモロコシの天ぷらあったよ。ありましたか。そりゃいかねば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 。3. Makali. Ishi Mame. 2003年創業。すんごい人里離れた場所にありましたよ。
こんなところに行ってね、皆さんよく知ってらっしゃる。それにしてもすごい行列でした。まさかのマッカリの大自然の中、フードコートでよく見る呼び出しベリーを渡されて待つスタイル。呼び出しベリーね。ブルーベリー、ラズベリー、呼び出しベリー、呼び出しベルを渡されて待つスタイル。平日でもかなり混むから最低でもオープン30分前を目指した方が良さそうだね。そうね。石豆という店名は石臼を豆にひこうというのが由来だそう。手回しの石臼でひいた粗挽きと機械挽きの細挽きをその日の気候に合わせて手打ちするお蕎麦なんですって。食べてわかりました。人気なわけがここでしか食べられない表面がブツブツとしたお蕎麦。ブツブツ？そう、これは一口食べたらあらびっくり。今まで食べたお蕎麦とは全然違うの。噛むと甘みと香りが口いっぱいにブワーって、これが蕎麦かって思わず声出ちゃったわ。蕎麦つゆなしでも食べきれちゃいそうなくらい美味しいんだから。何やら蕎麦通たちが北海道一と称賛しているらしいからね。あら、そうなの？わかる。こちらも蕎麦湯はドロッとタイプ。いいね。4. Sapporo Maruyama Gelato。 もゆく1階にあります丸山ジェラートさん。ちょっと何が丸山ジェラートよ。今回は北海道蕎麦選手権でしょ。まあそう慌てなさんなって。ここは蕎麦ジェラートが美味しいんです。あ、そういうことね。ここのジェラートは素材そのまんま系でナチュラルだからいいんだよね。特に蕎麦ジェラートが美味しいよね。まあトウモロコシも美味しいけどね。脱炭そばは見た目にもわかる蕎麦の実ブツブツ入ってて、食感がナッツみたいで美味しいの。香ばしいよね。ローストされた蕎麦の実のブツブツ噛むとさ。そうそう、甘さ控えめの大人ジェラート。リピート率ナンバーワンの人気フレーバーなんだってさ。蕎麦ジェラが？そう。やっぱり。5. Otaru Kimura。小樽のとんでもない山の上の住宅街にありました。お店も完全住宅仕様のただいま系でございます。すんごい住宅街のお口だったね。ね。毎日電動石臼と手引きで自家製粉と外市で手打ちするこだわりのお蕎麦がここでは味わえるのです。外市？外市は蕎麦の配合の割合のこと。蕎麦粉とつなぎの割合が10対1となる9割蕎麦の一種のこと。ほぼ10割に近い蕎麦って感じかね。そうね。つなぎが少ない分かなりの技術が必要になるらしいわ。蕎麦への愛情が感じられるお蕎麦、綺麗でしょう。ほんまや。香り、喉越し、パーフェクト、ドストライクでございました。美味しいものって余計なうんちくかんちくいらないよね。だな。ってかんちくってなんだ。6. Mulalang Tewuchi Soba Enishi。室蘭駅前の商店街にあります老舗蕎麦屋さん。ここは鴨焼きせいろになるのが有名とのことでね、お邪魔したんですよね。そうそう、鴨せいろはわかるけど、鴨焼きってどんなんなんってね。次々と鴨焼き目当てにいらっしゃる客全員が鴨焼き蕎麦屋では聞き慣れないジューって音とともに登場。わあ、これが鴨焼きか。うまそう。鴨は滝川さん。すき焼きっぽい甘辛タレのいい匂い。お店の方曰く、このタレにお蕎麦をつけて食べるとまた美味しいですよって。まずは蕎麦つゆでいただきます。細身の蕎麦だけどかなりコシのあるお蕎麦。うまいよ。これどのタイミングでいったらいいか悩むね。そうなの。もうタレの匂いに負けて速攻でいってしまうのよ。そりゃそうだ。これは人気になるわ。鴨肉自体も柔らかくて美味しい。これはやみつきになるの分かります。米も欲しくなる系かも。なる。いやー、こりゃすげえや。ここは室蘭マストね。 Maroran Must。 出会えてよかった。エニスさんありがとう。よだれが7. Abira Soba Tetsu。 アビラにございます。そば鉄さん。こちらは自家栽培自家製粉にこだわった二八そばがいただけるお店。数に限りはありますが10割そばもありますよ。夏はこのすだちっすね。これ暑い季節には最高の一品です。想像の大インブーウェイだった。びっくり。爽やか。いいなじゃないんですね。バレました。びっ
くりしました。押し切ろうとしてて。本当ですか。想像のだいぶ上だった。びっくり。爽やか。そしてなんといっても旬の天ぷらが絶品ですね。やっぱりおじさん大好きトウモロコシのかき揚げがあるんです。トウモロコシのかき揚げ史上最強です。ここのが美味しいよね。もうこれだけでいいっすわ。今年もそろそろあるかな。そろそろ行かなきゃね。トウモロコシは9月半ばってとこかしらね。ああ、秋口はそば鉄からのロイシーコーンのソフトで決まりだね。間違いない。それはセットです。帰り道は道の駅アベラデゴイチステーションでロイシーコーンのソフトを食べてみてみて。すんごい美味しいの。コーンなるけどな。あ、そうそう、そば鉄さんにもそばデザートがあるのよ。そばプリンにそばアイス。さすがっすね。8. Sapporo. Kikoan. こちらはそば打ち名人高橋邦弘氏率いる沖縄だるま系。高橋邦弘氏の下で修行を積んだご主人が打つ師匠直伝のおそばがいただけるということでお邪魔しました。北海道で3軒しかない沖縄だるま系の1軒が札幌にありますんです。こちらは田舎そばとなみこそばの2種類から選べるお店。2種盛りってのはないんだよね。そうなの。なので両方日を改めていただきましたよ。本来田舎はあんまり好みではないのですが、俺みてえな田舎者には用はねえってか。おい誰だ。田舎美味しいですよ。たまにいいですね。力強い噛み応えのあるお蕎麦、香りをダイレクトに感じられて男らしいっす。好きです。なみこは色白つやつやの美人さん。コシのある喉越し最高のお蕎麦。そうだねこりゃ。薬味は伊豆産の本わさびと長野産の辛味大根。まずはわさびをのっけて、つゆはそばの先にちょんってつけて食べてみてって。つゆに入れないんだ。そう、全部つけちゃうとわさびの風味がなくなっちゃうからね。その後に辛味大根いってみてって大将が教えてくれた。ほほう、それが通な食べ方ってわけか。そうなんよ。大将、いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。9. Today's katsu curry, shibecha, Asahia shock dough. はい、今回は蕎麦屋選手権ということで、お蕎麦屋さんのカツカレーでございます。ちょっと蕎麦選手権でしょ。いいからこちらは蕎麦屋のカツカレー史上最強のカツカレー。確か視聴者さんに教えていただいたカレーよね。そうそう。 Thank you so much Takeshi. このカツカレーは蕎麦どころでありながら、なんと蕎麦屋っぽい黄色いカレーにデミソースがかかってるんです。デミソース？これが絶妙に美味しいんですよね。ただしべ茶なんで369キロありますんで、そう簡単には食べられないんでね。なおさら会いたい気持ちが募る遠距離恋愛カツカレーっす。369キロってどれくらい？369キロは369キロです。札幌から稚内まで300キロちょいなんで、稚内よりだいぶ遠い感じですね。遠い。 Google 先生は6時間半かかると言ってます。道東飯旅には欠かせない一軒ですね。私も食べたい。蕎麦屋さんのデミカツカレー。10. Obi Hiro, Owuku. 2013年創業。こちらも沖縄だるまグループのお店。帯広駅から車で10分くらいかしらね。札幌から一番遠い沖縄だるま系のお蕎麦がいただけるお店。高橋邦弘氏の内弟子となって修行した本格派のお店なのです。遠かったね、ここまで来るの。まあでも帯広は他にも美味しいものだらけなのでいいけどね。そうね、帯広美味しいよね。おふくさんでは摩周産と黒松大産のおふく黒松大摩周産と黒松内産仕様の二八そばをいただきます。黒松内さん多いよね。陰鬱な気候がそばに向いてるのかな。そうなのかな。黒松内ってほんといつも天気悪い。笑っちゃうぐらいにね。通るたびになぜか黒松内あたりはね。ここも石臼で引きぐるみ系っすよね。そうざます石臼引き自家製粉されてんの。見た目細めのそばだね。おじさん好きなタイプだなこりゃ。はい、細めで多少不揃いのそばたちだけどピシッと締まっててパーフェクト細マッチョそば。出ました細マッチョ。誰かさんみたいな太っちょではありませんよ。誰だあんたか。
あんたか。誰と喋ってんの？季節ごとに旬の食材を使った限定お蕎麦もあるみたいだから、また来るのが楽しみだわ。帯広来たらマストなお蕎麦ですな、福さん。お、豚丼セットがあるじゃねえか。そうなの。今年の飯旅巡業が待ち遠しい。んだ。11. Kitami, Sarai. 北見の外れの住宅街にあります。2013年創業の大人気お蕎麦屋さん。ここは3種食べ比べができる数少ないお店で嬉しいね。そうなんです。しかも食材のこだわりも半端ない。蕎麦粉は美幌産北早生。水は2週間に一度湧き水を汲みに約80キロ離れた斜里町の雷雲神社へ。野菜も地産地消にこだわって提供してくれてるの。うひゃー、雷雲神社まで行ってるの。雷雲神社はアイヌの神が宿るとして古くから崇められていた聖地。その境内に湧く斜里岳の伏流水雷雲の水は道東最強のご利益があると言われているそうですよ。はい、今回はご利益をいただきに2人で参上ということで、更科田舎28の食べ比べ、そしてサライ一番人気の北見産玉ねぎとホタテのかき揚げなる豪華ラインナップとなりましたよ。食べ比べは本当に嬉しいよね。そばの違いが分かりやすい。見た目にも分かりやすいし、味もね。そばって店々で全然違うからね。本当に個性が出てて面白い。でも毎日そば打つ方は大変でしょうね。常にコンディションを保つのは相当な熟練の職人さんでも難しいそうよ。感謝していただかなきゃね。それにしても田舎はかなりの太打ちで顎鍛えられたわ。すすれなかったもんね。でもそばの味がガツンときて嫌いじゃない。ここでしか味わえない田舎。おじさんはやっぱり28が一番好きかな。更科はそばの大吟醸って書いてあったけど、はい、おっしゃる通りでございますって思った。ギリギリそばみたいな極限の大吟醸更科でしたね。なんと美しい。向こう側が透けて見えそうな透明感。玉ねぎかき揚げも最高した。玉ねぎ美味しいね。12. Sapporo, Soba Kili Yoshida. 白石のお蕎麦屋さん、そば切り吉田さんのそばプリン。これもそば好きにはたまらない一品ですね。プリンは特にそば味じゃないのよね。さ上にちびれベビーで上にちびればびれちびれバビでちびれバディでちびれダビでブー。上に散りばめられたそばの実がこんがりローストされてて香ばしくていいアクセントになってんだよね。これさ、プリンだけ食べに行っちゃダメなんでしょうか。ダメとは言わんだろうけど、プリンだけ食べに行こうとしてる。ひょっとしてもしかして。いやいや、まさかよ。いや、そばも天ぷらも美味しいよ。特に舞茸天は絶品だぜ。食べたい。13. Shimizu, Meibun Rio. 清水といえば目分量さん。森というか木々に囲まれた素敵なロケーションに溶け込んだ和の佇まいの風情豊かなお店だっただけにびっくりだったぜ。ね、いきなりペッパーくん登場。いらっしゃいませってね。って言ったね。ね、でもお蕎麦はしっかり本格派なの。その時々で良質の蕎麦を仕入れ、毎日石臼引きしている二八蕎麦がいただけますんですって。ほうほう。細めでもしっかりとコシのある風味豊かな麺、これ好きです。おじさんもこのそばっすね。好きですね。そばって感じ。いや、蕎麦だし。ここは近所にあったら週4来ちゃうかも。ほんとそば好きだね。おじさんのカツカレー並みに帯広とこチェレンに3軒もありますね。美味しいそば。ほんとだ。そばだけじゃなくいろいろ美味しいから忙しいわ。帯広豚丼でしょ、ジンギスカンでしょ、麦音、スイーツ、緑のオムライス、はいはい。マルセイアイスサンド、有楽町、くるみのランプ、インディアンカレーにジャングルワ、トンペイ、ジェラートにカツ丼、ブラックツルハシ。ツルハシ？あ、祐天移転した。マジで？どこ行った？うなぎでしょ、焼き鳥でしょ、あとあれや、1週間じゃ足りねえか。住む。14. Eniwa, Juan. 恵庭郊外ってか辺り一帯畑ねにあるお蕎麦屋さん。1日限定10食、なくなり次第終了という。10食？
それで商売になりますなりますは、東武東上線だっけな、副都心線も通ったんだよね。何言ってんだおめえ。で、ここは予約がなかなか取れなかったんだよね。そうなの。それもそのはず。ご主人一人で接客からお会計全部されてるのよ。しかも毎朝石臼で自家製粉してそばを打ってっていうこだわりのおそば。そんりゃ数に限りがあるのも納得ですわね。好きでも毎日ってなると大変な作業だ。しかも10食セール800円でしょ。 800×10 で 10×800 こらやめなさい。考えられへん。そういうあーたみたいな生半可な心意気ではないの。初めての方にはセールをしましたまたたって空回りが半端に。初めての方にはセールをおすすめしていますってあえて一番安いのを勧めてくれるのよ。すげえ。観光客に高いのを売りつけようとするどっかのスープカレー屋と違うのよ。なるほどね。そばを楽しんでください、味わってくださいってことなのかな。そうそう。というわけで最初に出された揚げそばポリポリしながら窓の外のそば畑を眺めて待ちましょう。なんとも贅沢な時間だね。そば畑眺めながら。でしょう。はい登場。ご主人が丁寧に打った10割そば、なんと美しいのでしょう。キラキラしてる。香りもすごく感じる。ふわーってコシもしっかりしてて諦めずに待った甲斐があったです。最強そばに出会いました。北海道王者ね、私の中で。ああ、よかったね。何年ぶりの最強そば更新かな。やっぱそばっていいっすね。日本人でよかった。そば畑を眺めながらってのでだいぶ気分持ってかれてるってのもあるかもしれないけど、散々美味しいお蕎麦はそこら中でいただいてきましたが、10割蕎麦なのにこれほどまでに滑らかな喉越しのお蕎麦は初めて。気品あるみずみずしいお蕎麦、思い出しただけで身の毛がよだつ。なんかその日本語おかしくないですか？ Do you speak そん Japanese? なに違うんだ。そうね。今年の新そばはぜひ2人でいただきたいね。はい。というわけで北海道屈指の大好きそばをご紹介してきましたが、いかがでしたか？皆さんのベストそばよかったら教えてください。まだ知らない美味しいそばがあったら絶対食べに行きます。それが私たちの生きがいなので。あ、そうだね。皆さんも美味しいものを探しに出かけましょう。飯旅に。Shikai no Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai Hokkaido Soft Cream Senshukeng des Otanoshimini. See you soon. また行きたいって思う観光名所ってあんまないんだよね。比較的いろんなところ行ってる方だと思うんだけれども。いやいや、かなり歩いてる方でしょう。一回行きゃいいかなっていうところが大半で、また行きたいって思うところをこう思い起こしてみるとね、香港の夜景でしょ、美幌峠の夜明けでしょ、あと富士山ぐらいのもんなんだよね。グリーンは9分。台北ね。台北土砂降りだったかな。寒かった。あとはグアムのサンセット。サンセットゴルフいいかったね、あれね。もう一回行きたいね。もう一回どころじゃねえぜ。あとはないね。そうなのさ。でも食い物で言うと無数に出てくるからね。確かに。これ旅人になるのがずっと夢だったんだけども、旅んちゅ違ってたね。飯旅人になるのが夢だったんだね、きっと。飯旅んちゅ。そう。もうとっくにやってんだけども、足りない。人生が足りない。まだ四国九州あんま行ってないでしょ。行ってない。それから世界だからね。そうか、足りないね。もうさすがに70オーバーになったらそんなに飛び歩けないと思うから、飛ばしていかなきゃ。飛ばして巻きで行きますか。今日ローソンでまたちょっともらえそうになってローソンに駆け込んだの。どんだけやねん。そしたらコンコンってノックしてくるんだ。入ってますってこうちょっとキレ気味に答えたの。そしてもう落ち着いてクソもできねえぜと思い出てったっけ、ドアの前にジェロム・レバンナが立ってた。本物？ちょっと本物に見えたんだけど。あれだよね、ジェロムレバンナって K1 の。そう。いやちょっとあまりにも似て本物だと思ったんだけど、確かめるのにね、そのトイレから出てきて何ナンバーの車に乗るのかだけ見てから俺は帰ろうと思って
買ってたのよ。さっき10分ぐらい出てこなくて、ジェロムうんこ長めだなと思って。お腹痛かったのかな。横浜ナンバーだったから、あら、本当に本物かもしれない。ちょっと確かめようがない。そうだね、そうかもよ。ジェロムだったら握手してもらえばよかった。うんこしたばっかり同士の手で。いいの、会いたいな。言いづらいな。ジェロムレバンダ。